球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラマンオメガ最強怪獣ランキングトップ10やっていきます。ルールはいつも通りで、怪獣の格や知名度や個人的な好き嫌いやイメージは関係なく、作中の強さのみで順位をつけました。いろいろややこしい性能の怪獣もいて結構大変でしたが、頑張って順位をつけたので楽しんで見てもらえたら嬉しいです。ということで順位をどうぞ。10位は第14話以降複数回に登場したメテオ怪獣バルジェネス。火、水、風、土の4大元素の力を駆使し、突風や水蒸気爆発、積乱雲からの落雷など多種多様な強力な能力を使い戦います。飛行能力はもちろん近接戦闘も可能で、陸、海、空それぞれでの戦闘も可能なオールラウンダーで、汎用性が高い強さを誇っています。登場回によってやや強さにムラがあるものの、あらゆる怪獣を相手にしても高いレベルでの戦闘が可能なバルジェネスが10位にランクイン。9位は第8話に登場した破壊獣モンスアーガーオメガ個体。この個体も相変わらずの総合力の高さでオメガやメテオ怪獣を苦しめました。パワーとスピードが大きな武器のトライガロンと互角かそれ以上に戦える近接戦闘能力や、オメガの打撃を受けても微動だにしないほどの防御力があります。本来弱点である頭部の強力なバリアも健在で、守りが堅いです。2人を同時に相手にしながら戦い、その後トライガロンアーマーに倒されはしましたが、その攻撃すらも数発耐え意地を見せたモンスアーガーオメガ個体が9位にランクイン。8位は第22話に登場した甲虫怪獣タガヌナオメガ個体。突如現れ退治したオメガを吹っ飛ばした後、怠慢で当ランキング10位のバルジェネスをボコボコにするほどの強さを持っています。近接戦闘能力がかなり高く、それに加えて頭部から発射される強烈な熱光線が非常に強力で、それらを使ってバルジェネスを追い詰めました。霊体ではない本物がブレーザー以来に登場した実力派昆虫怪獣タガヌナオメガ個体が8位にランクイン。7位は第19話に登場したチョトツ猛進怪獣バグリゴン。その名の通りパワーでゴリ押すスタイルが非常に強力な強豪怪獣。オメガとバルジェネスが2人がかりで戦っても優位に立てるほどの圧倒的フィジカルで大暴れしました。角をアームのようにして相手を挟んだり、落とし穴に落とされてもそのままゴリ押して地面を破壊しながら前に進むなど圧倒的パワーを誇っています。バルジェネスアーマーに敗れはしたものの、最後まで前に進み競り合い自分のスタイルを貫いた男バグリゴンが7位にランクイン。6位は第21話に登場したウラン怪獣ガボラオメガ個体。頭部の襟巻きをドリルのようにして地面を掘り進めるのはもちろん、この個体はなんと襟巻きをプロペラのように回してがっつり空まで飛べてしまうというとんでもない個体です。その襟巻きは特殊攻撃、物理攻撃それぞれ完封できるレベルにカチカチで、オメガとバルジェネスが2人がかりでも圧倒できるほどです。攻撃面でも近接戦闘能力やビームなど強力で総合力が高い怪獣です。バルジェネスアーマーが出るまで2人を圧倒し続けたガボラオメガ個体が6位にランクイン。5位は第17話に登場した古代年金怪獣エドマフィラパゴス憑依。怪獣の死体に寄生して動かす古代の年金で、元となる怪獣の性能のほかダメージを負っても再生する能力、光線を跳ね返す能力、年金を飛ばして相手の動きを封じるなどかなり万能で強力な能力を複数持っています。基本的に普通に攻撃しているだけでは永遠に倒せないようになっていて、特定の手順を踏まないと倒せません。今回はパゴスに憑依したエドマフィラでしたが、状況次第では無限の可能性を秘めたクセモノ中のクセモノ、エドマフィラが5位にランクイン。4位は第23話に登場した光波怪獣ガイリュウガ。作中屈指の破壊力を誇る光波ビームが最大の武器で、山を吹き飛ばすほどのこの技を特にデメリットもなく何発も撃つことができます。それだけでなく、ガイリュウガ自身のエネルギーを使ったレーザーで体を貫かれても起き上がり戦闘続行可能なほどの耐久力もあります。
さらには登場すればほぼ敵をワンパンかツーパンで沈めてきたバルジェネスアーマーともバチバチにやり合えるほどの近接戦闘能力まで備えています。単純な戦闘能力のみならもっと上位でもおかしくなかったほどの強豪ガイリュウガが4位にランクイン。3位は第14話15話に登場した殲滅創生体ゾバラス。怪獣を操るというありえないほどに強力な能力を持っていて、メテオ怪獣と協力して戦うオメガメタともいえる強敵。その能力を除いた単純な戦闘能力も非常に高く、オメガとメテオ怪獣たち2人や3人を操らずに同時に相手にしてもやり合えるほどの実力で、一度オメガを倒している実績があります。怪獣を操るという能力の性質上、少なくとも格下相手に取りこぼす可能性が極めて低く、オメガ以外と戦っても十分に強さを発揮できる強豪ゾバラスが3位にランクイン。2位は第11話12話に登場した爆心細胞怪獣エルド・ギメラ。怪獣を捕食し、その能力をパワーアップさせて自分のものにできるというとんでもない能力を持っている怪獣。その能力抜きの素の戦闘能力も非常に高く、トライガロンやオメガを撃破できるほどです。それに加えて取り込んだ怪獣の能力を使えるので、その強さは驚異的で、作中ではグライムの熱戦とドグリドの毒液を獲得して大暴れしました。3位のゾバラスと同様に格下怪獣相手に取りこぼす可能性がほぼない能力と高い素の戦闘能力で2位にランクイン。1位は第22、24、25話に登場した殲滅細胞怪獣ゾメラ。2位と3位の怪獣の細胞が合体してできたという最悪すぎる怪獣。しかもそれが4位のガイリュウガを捕食して光波ビームを奪っているというカオスにも程があるオメガのラスボス怪獣。他にもゴモラの超振動波、デマーガの溶岩弾、怪獣洗脳能力、バリア、自己再生能力など至れり尽くせりの凶悪能力のオンパレード。当然素の防御力や戦闘能力も非常に高く、圧倒的な総合力を誇っています。それに加えて取り込んだ怪獣の弱点を克服する進化をするなど、ラスボスにふさわしいとてつもない総合力のゾメラが堂々の1位。はい、という感じでした。1位は正直皆さん分かっていたとは思うんですけど、変えるとしたらガイリュウガが2位でもまあ問題ないのかなといった感じです。他にはバグリゴンとガボラが逆でもいいのかなとも思います。劇場版があればまた変わっていたんでしょうけど、今回はこんな感じです。11位から15位はメンバーシップの方で公開しています。オメガランキングお待たせしてしまって本当に申し訳ないです。待っててくれた皆さん本当にありがとうございます。次はもっとスピード感を持って更新します。それではご視聴感謝です。さよなら。